正中線を引いて顔の歪みを確認します。前髪の線が生え際に向かっていないので、ここも直しておきましょう。シルエットの線だけだと平面的に見えてしまいますので、肩と腰のコントラポストを意識的につけてみました。はい、どうも皆さん、こんにちは、ひでチャンネルです。今回はイラスト添削第1回ということで、こちらのイラストを題材に魅力的なポーズの作り方について解説していきたいと思います。皆さんの中にもキャラクターを描くのは楽しいけど、ポーズをつけようと思った時、なんとなくしっくりこないというか、どうやってポーズをつけていいのかわからないで悩んでいる人も多いのではないでしょうか。今回の添削動画を見ていただければ、ポーズをより魅力的に見せるための法則と、ちょっとした工夫で絵の魅力がぐっと上がるテクニックが学べるようになっていますので、こちらの絵、どこがおかしいのか、どうすればもっと魅力的に仕上げることができるのか、興味がある人はぜひ最後までご覧ください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、絵の講習の他に添削用のイラストも募集しておりますので、もっと絵が上手くなりたい人はぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。僕の仕事履歴も概要欄のリンクから見られますので、そちらも興味があれば後で覗いてみてください。それではやっていきましょう。ということで、早速こちらのイラストを添削していきたいと思います。こちらのイラスト、一見全身がしっかり描かれていて、ポーズもしっかり決まっているように見えますよね。でもこのイラストをもっと魅力的に見せるためのポイントが実は3つあるのですが、皆さんどこだかわかりますか？少し時間を取りますので、どこを直せばいいか皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。どうでしょうか？皆さんわかりましたでしょうか？それでは僕が考えるポーズを魅力的に見せるために直すべき3つのポイントについて早速お話ししていきたいと思います。まず直すべきポイント1つ目はアクションラインです。アクションラインとは体全体の動きの流れを表す一本の線のことなのですが、立ちポーズを魅力的に見せるアクションラインは基本的に S 字または C 字で捉えて描くと魅力的なポーズが描けると言われています。アクションラインに関しては僕の過去動画で詳しく解説もしていますので、興味がある方はそちらも合わせてご覧いただければと思います。では、こちらの絵の場合、全体の流れを表すアクションラインはどのようになっているかちょっと書いてみましょう。だいたいこんな感じになるかと思います。こうしてみると S 字のカーブのアクションラインになっているので、一見良さそうに見えるのですが、これだと実はカーブが弱くて S 字の魅力があまり出ていないんですよね。アクションラインはカーブが強いほどポーズにメリハリがつきますし、ほとんどの人はカーブを強く描いたつもりでも意外とカーブが弱くなってしまうんですよね。ですので S 字のアクションラインを描く場合、これくらい大胆にカーブさせてアクションラインをしっかり描いた方がポーズとしては魅力的なものになると思います。直すべきポイント2つ目は肩と腰の傾きです。こちらの絵を改めて見てみましょう。肩と腰の傾きに注目してみてください。いかがでしょうか？ちょっとわかりにくいかもしれませんが、肩と腰がほとんど傾いていないように見えますよね。このように肩や腰が画面に対して水平になってしまうのも絵としての魅力を下げてしまう原因の一つになるんです。ですので、肩と腰はあえて角度をつけて斜めに傾くように描いてあげることでポーズの魅力を簡単に上げることができちゃいます。この肩と腰を互い違いに斜めに傾けることを芸術用語でコントラポストといって絵を魅力的に見せるためのテクニックとしては昔から使われている基本的な方法なんですよね。ですので立ちポーズなどを描く際にはぜひ皆さんも活用してみてください。そして直すべきポイント最後は足元をしっかり描くということです。こちらのイラストの足元を見てください。足先の中途半端なところで絵が切れてしまっていますよね。あと、画面の右側、左足の部分は軽く曲げている感じに見えるんですけど、右足と比較すると上の方に描かれているので、これだと足を地面から浮かせているようにも見えてしまって、この人がちゃんと地面に立っているのかどうかよくわからなくなってしまっているんですよね。もし足を浮かせているんだとしたら、それはそれで重心がちょっと取れていないバランスの悪い絵になってしまっています。ですので、
全身の立ちポーズを描く場合は足先だけ切るようなことはせずに、しっかり足先まで入れて、ちゃんと地面に立っているように意識して描くようにしてください。修正ポイントを改めておさらいしておくと、まず、ポーズの流れの S 字のラインが弱いので、大胆に S 字のカーブを強調して、あとは大きめに肩と腰の傾きを入れて、足元がしっかり立って見えるように修正していきたいと思います。それでは、ここから全体を直していきたいと思います。まずは顔の修正ですね。正中線を引いて、頭の組体部分を描いて、顔の歪みを確認します。目の位置が斜めになって顔の側面まではみ出してしまっているので直していきましょう。横の補助線に合わせて左右の目のバランスが崩れないように描いていきます。鼻や口などそのまま使えそうな部分はそのままなぞっていきます。左右反転して顔の歪みも確かめておきましょう。ラフの段階ですが、ベタを塗ってみて顔の雰囲気を確かめておきます。体のアクションラインを描いておきます。これに合わせて体のパーツを描いていきます。手の部分は結構曖昧に描かれていたので、肘の長さなど辻褄が合うように直していきます。今回一番大事な修正ポイントは腰の流れですね。ここはあえてやりすぎくらいに強調しておきましょうか。足はちゃんと地面についているように位置を直していきます。ざっくりとした素体部分が完成しました。ちょっとおかしく見えそうな部分を微調整していきます。足の位置も左右でずれてしまっていたので、左右が揃うように合わせました。こんな感じに出来上がりましたね。次はこのラフの素体と元の絵のディテールを下敷きにして線画を描いていきます。ピンクの線が先ほど修正した素体、水色の線が元のイラストとなります。素体の部分に関してはピンクの修正から線を拾って、髪や服などディテールに関しては水色の元のイラストを参考に描き込んでいきます。前髪はそのまま元の絵を使えそうですが、もみあげ部分は耳の位置を変えているので、それに合わせて位置を調整していきます。あと忘れてましたが、線画を描くときは画面の手前にあるものから描いていた方が描きやすいかと思います。この場合、髪の毛の手前に手があるので、本当は手から描いた方が良かったですね。後頭部の髪の毛もそのまま使うとボリュームが出てしまうので調整していきます。顔周りが描けたら一度下敷きを外して線画をチェックします。頭のシルエットがちょっとおかしいので直していきます。あと、前髪の線が生え際に向かっていないので、ここも直しておきましょう。顔周りが描けたら、服のディテールを足しながら体を描いていきます。体の流れを変えたので、リボンもそれに合わせて向きを変えながら修正していきます。肩にかかる髪の流れですが、元の絵の位置だと体の立体に沿っていない感じがしたので、体の内側に入り込むように流れを修正しました。腕は位置を大きく変えてしまったので、元の絵の服の感じを参考にシワやたるみを書き込んでいきます。右腕も同様に元の絵を参考に服のディテールを書き入れていきます。腕の下にある紙も流れを意識して書いていきます。後頭部から出ているパーツはこのキャラクターが誰なのかちょっとわからなかったので、下絵をそのままなぞっています。ファーの部分はもう少し柔らかい印象になるように調整しました。腰回りは元の絵と完全に違っているので、素体に合わせて服装のディテールを書き込んでいきます。右の服の布がちょっと長くなってしまったので修正していきます。あとは下書きの素体に合わせて足のラインを描いていきます。ここはほぼほぼ下絵をそのままなぞっていく感じになっていますね。反対の足も同様に描いていきましょう。元の絵の水色の線と比べてみると、両足がちゃんと揃って地面についている感じになっていますね。これでキャラクターのディテールは描き上がりました。あとはコートですが、こちらはキャラクターの設定がわからないので、元の絵を参考に調整しながら描いていきましょう。このベルトやバックルのようなパーツですが、シルエットの線だけだと平面的に見えてしまいますので、内側にもう一本角を意識した線を入れておくだけでも立体感が出るんですよね。
ちょっとしたことなんですけど、パーツが立体的に見えると思いますので、絵が平面的に見えてしまう人は参考にしてみてください。こんな感じでコートの部分をどんどん描いていきます。こちらも先ほど同様、ベルトの部分が平面的にならないように立体を意識した線を加えていきます。あとはコートの裏地の部分を描いていきます。シワになって折り重なる部分は線をつなげずにずらして描くと立体感が出ると思います。ファーの部分も先ほど同様、もう少し柔らかい印象に調整して描いていきます。腰の部分の服はボタンをつける関係でちょっと切れ込みを浅く直します。あとは目元など要所要所必要な場所に黒ベタを塗っていきます。ということで線画が完成しました。元の絵と比べてみましょう。いかがでしょうか？比較のためにちょっとオーバーにやりすぎたかもしれませんが、体のラインにかなり動きが出ましたよね。元の絵は S 字が弱く、肩と腰の傾きがなかったのに対して、修正後は S 字を強調して、肩と腰のコントラポストを意識的につけてみました。並べてみるとこんな感じになります。この体の軸の流れを表すアクションラインとコントラポストは魅力的なポーズを考える基本となりますので、ぜひ覚えておいてください。せっかくなので、この線画に色をつけていってみたいと思います。このキャラクター、誰なのか僕はちょっとわからないので、色に関しては僕のオリジナルというか、ちょっと適当な配色になってしまいますが、その辺はご了承ください。あと、色塗りに関しては僕はほとんど初心者同然なんですよね。なぜかというと、僕はアニメーターなんですけど、アニメーターの仕事って線で絵を描く作業までで、色塗りは次の工程の作業なので、基本描いた絵に色を塗るってことはないんですよね。とはいえそろそろ色塗りもちょっとずつですけど勉強していこうかななんて考えております。最初は本当にどういう手順でやっていいのか全然わからなかったんですけど、ようやく基本的な塗りの手順は手探りですが分かってきたような感じですかね。なので僕の勉強も兼ねて基礎から学ぶ色塗り講座的なものを動画でやっていこうかなんて考えたりもしています。デジタルの色塗りをほとんど知らない僕が1年でどれぐらい成長できるかも踏まえて色塗りを基礎から一緒に学びたい人に向けた動画を出していければいいかなと思っております。需要がありますかね。ということで完成です。最初の絵と比較してみていかがでしょうか？今回の添削はこんな感じでしたが、オンラインサロンでは添削イラストを随時募集中です。平日は毎日お絵描き講習もやっておりますので、気になる人は概要欄をチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。